なんと張方め、清州にて全土の公金に召集をかけておるだと。逃げも隠れもせぬとは何とも思いやがったものよ。次の戦は総力戦となろう。皆心してかかれ。なるほど。先日の戦いで張方めが砦を開けた理由はこれか。張角目は病に伏せっているということだったな。その通りにございます。もはや余命幾ばくもないと。なんだと。そうそう。張方のこの動き、貴殿はどう見る？はっ、察しまするに聴覚はすでに亡きものかと。なんと。私も同じ意見だ。張方はまだ己に求心力があるうちに決戦を仕掛けようとしておるのだ。全土に召集をかけているというからにはえらい数になるのだろうな。だが雑魚が増えたところで関係はない。問題は張方の首を誰が取るかだ。だが気になるな。どうも張方の野郎、死に場所を求めているようだ。兄貴の聴覚が死んだんなら自分が親玉になれて万々歳だろうによ。だが黄金のやつら、確かに教えとやらに入れ込んでいる連中も多いだろうが、一番多いのはただ暴れ回りたいやつ、この世に不満を持っているやつらだ。そんなやつらが弔い合戦なんぞに肩入れするもんかね。
バカな連中が本当にあんな題目を信じていると。そういえば天が死んだか。清舟への黄金集結、そして聴覚の死を利用した一大反撃、それもすべて筋書き通りとしたら、西方のある男は処刑された3日後に蘇ったというかな。まあよい。天と人が落ち、残るは地のみ。お前たちは後から来る者に聞くがよい。この曹操が作る世のことを。